生産効率性を上げ、限られた時間内でも成果を上げたい。でも、具体的にどう考えればいいのかわからない。事務所や工場などの職場でこのような悩みはありませんか？この動画では参考になる考え方を解説します。前回の動画では仕事の効率化シリーズ第3弾として重要度、緊急度マトリックスについてお話しさせていただきました。この動画では変数と定数についてお話しします。仕事を効率よく進めるためには自分で変えられることと自分で変えられないことを正しく認識することが大事です。ここでは変えられることを変数、変えられないことを定数と呼んでいます。基本的には変数に集中し、定数には適用するという姿勢が大切になります。もう少し具体的に変数と定数の考え方について見ていきましょう。数学の話のアナロジーで話を進めていきます。今、数学の式で、例えば z イコール 3x 事乗足す 2y プラス1といったものがあるとします。この時、x と y は変数、3、2、1は定数です。変数は何かしらの数字を代入するものであり、自分で変更できるもの。一方、定数は定められた数字で勝手に変更できないものです。この式で z の値を大きくするためには、x や y の値を大きくすることが重要です。いくら3や2といった定数を変えようと考えてみたところで変えることはできません。仕事で問題解決していくときも、まず何が自分の努力で変更できること、つまり変数で何が変更できないこと、つまり定数なのかを理解することが大事です。でないと、ずっと定数を変えようとしており、時間と労力を無駄に費やしたなどの結果となります。また、今まで注目していた変数よりも、新しい変数に注力した方が効果が高いということもあり得ます。例えば、この式では、y を増やすより x を増やした方が z が大きくなりやすいです。変数と定数の考え方を実際の仕事に当てはめてみましょう。例えば NC 旋盤の生産性を上げたいとします。まず変数と定数の区分けを行います。ここでは回転数や送り速度などの加工条件、使用する刃物、加工プログラム、使用するジグを変数、使用する機械、使用環境、加工材料、加工図面、品質基準を定数とまず定めました。次に注力して改善する変数の決定を行います。例えば、費用対効果で考えたら、加工プログラムの改善から取り組むべきと考え、改善に取り組むとします。次に、使用する刃物やジグなど、費用対効果を見ながら、他の変数も改善できないか、余力を見ながら取り組んでいきます。ここまででもうまくいけば一定の成果が見込めますが、ここまでの方法でうまくいかなかったり、より大きな効果を目指したりする際には、一度取り決めた定数は本当に定数なのか考えてみます。例えば、加工図面を一部設計変更しても、最終的な製品の品質には問題ないかもしれません。無駄な加工をなくすことで、加工時間を大きく減らせる可能性があります。また、設備自体を複合加工機に入れ替えることで、最初は資金負担が大きいですが、半年後には差し引きプラスの効果が出てくるといったこともあるかもしれません。次の例として、営業部にて売上を上げたいとします。ここでもまず最初に変数と定数の区分けを行います。ここでは既存顧客への提案頻度、提案の質、ターゲット先、集客方法を変数、景気、競合の価格、自社技術、顧客の予算を定数
とまず定めました。次に注力して改善する変数の決定を行います。例えば、新規見積件数が減少傾向なので集客を伸ばすと考え、集客方法の改善に取り組むとします。例えば、今まで注力してこなかったインターネットを用いたウェブ営業を推進することなどが挙げられます。次に、既存顧客への提案頻度、提案の質など、費用対効果を見ながら、他の変数も改善できないか、余力を見ながら取り組んでいきます。例えば、新たに DX サービスを契約し、顧客の最新ニュースや人事異動情報をリアルタイムに把握して提案に生かすといったことが挙げられます。ここまででもうまくいけば一定の効果が見込めますが、ここまでの方法でうまくいかなかったり、より大きな効果を目指したりする際には、一度取り決めた定数は本当に定数なのか考えてみます。例えば、自社技術は拡張できる余地があるのではないか。具体的には、最近安価になってきた 3D プリンターと従来の自社技術を組み合わせることで、今まで対応できなかった顧客の困りごとに対応できる可能性はないのかといったこと。また、価格が高いと断られてきた先に対して、説明の仕方を変えて費用対効果を明確化させることで、それなら買ってもいいかなと思っていただけるのではないかといったことが挙げられます。変数と定数の考え方について注意点としてここでは3つ挙げさせていただきます。まず1つ目の注意点として考え方が保守的すぎると本当は変数なのに定数と思い込んでしまう可能性があります。過去の成功体験、失敗したくないという心、自己防衛心などにとらわれて、必要以上にこれは自分では変えられない、どうしようもないことなんだと思わないことが重要です。また、同じ変数でも買いやすいものと買いにくいものがあると思います。仕事に慣れてきたら、変更する変数を徐々に増やしていきましょう。毎日同じような仕事をしていたり、昔からこうだったからといった理由で、本当は変えられるのになかなかそれに気づくことができないということは実際多々あると思います。定期的に自分の業務を見直していくことが大事です。二つ目の注意点としまして、ポジションの賠償化というものがあります。役職や年次が上がれば上がるほど、従来定数だったものが変数に変わっていきます。それまでは上司からの指示ありきだったのが、自分が上司になると自分で指示内容を考えなければなりません。しかし中には上司になっても以前と同じように誰かから指示されるのを待っているという状態に陥ってしまう人も出てきます。このように職位や役割に比べて自身の考え方、行動、態度がそのポジションよりも低いレベルに陥ってしまうこと。それをここではポジションの賠償化現象と呼んでいます。役職が上がっていくにつれてご自身のマインドチェンジが必要です。職位に見合った人間となれるよう、時には自分を変化させる勇気が必要となります。最後の3つ目の注意点として、いつまでも部下に仕事を任せられない人は要注意といったことがあります。昇進が早い人は自分がいなくても仕事が回る状態を作り出します。この人がいないと困ると言われると、ご自身の自尊心は満たされるかもしれませんが、いなくなったら困るので、いつまでもその部署、その役職にとどまり、昇進できない可能性もあります。昔の変数は部下に任せ、新たな変数にチャレンジできる人が本当に仕事ができる人だと思います。余談になるかもしれませんが、ここで上司の役割について説明したいと思います。
上司の方は大きく2種類の能力を伸ばしていくことが求められます。一つは技術的な能力で、新人の間は個人の PDCA を回すことで精一杯かもしれませんが、役職が上がっていくにつれて、組織の PDCA も回せるようになることが求められます。一方、人との関わり合いの能力も重要です。新人のうちは一人でできることも限られ、周りに教えてもらいながら協調性を持って働くことが大事ですが、役職が上がっていくにつれ、それだけでは足らず、自分はこうしたいと周囲を巻き込みながら新しいことにチャレンジするような主体性や、後輩や部下の育成といったことも求められてきます。どちらかというと、個人的なスキルなどの技術的な能力は評価されやすい一方、人との関わり合いの能力は比較的軽視されがちなこともあるかと思いますが、両方の能力を伸ばすことが重要となります。部長以上の役職の方は特に組織の方向性を示すリーダーシップも求められます。例えば、個人的な技術的能力は高くても、対人能力が低いと、能力の四角形は図のようになります。このようなタイプに当てはまると、個人的な技能は高くても、周囲と協力することが困難で、結局大きな仕事に取り組むことができない。自分では頑張っているつもりでも、周りに認められず、空回りしてしまう、といったことになってしまう可能性があります。一方、対人能力は高くても技術的な能力が低いと能力の四角形は図のようになります。このタイプに当てはまると、例えば自ら論理的に物事を考えて推進することができず、結局誰かの言われるがままにしか動けない。また、目の前の業務に追われ、長期的な目線で物事を考えられなく、いつもその場しのぎの対応をしてしまう。といったことになってしまう可能性があります。よって、縦軸と横軸の2つの能力を共に伸ばしていくことが上司には求められます。さて、この動画では変数と定数という考え方を解説してきました。仕事を効率よく進めるためには、変えられることと変えられないことを正しく認識することが大事です。自分の力で変えられることが変数、自分の力で変えられないことが定数です。基本的には変数に集中し、定数には適応するという姿勢が大切です。何が変数なのかは、立場や役職などによって異なるので、見極めも大事となります。例えば自分が昇進して上司になったら、変えられることは以前よりも増えます。その上で変数と定数を再定義し直すことが求められます。以上のようなことを心がけた上で、それでもやはり自分では変えられないこともあると思います。例えば、市況が悪い、材料費の高騰が止まらない、頼りにしていた社員が家族の都合で急に退職することになったといったようなことです。もちろんのことながら考えられることはできる限り考えるが、その上で考えても仕方がないことは考えない。人事を尽くして天命を待つといった割り切りも上手に使いながら日々の仕事に取り組むことが精神衛生上でもよろしいのではないかと個人的には思います。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。